皆さんは電気がないところで突然スマホの電池が切れたらどうしますか？コンセントが見当たらず、モバイルバッテリーも持っていません。もしそんな時、目の前にある土や水、あるいは食べかけのパンからでも電気を取り出せるとしたら信じられますか？今日はそんな一見 SF 映画のような技術が実際に開発され、実用化へと進んでいる驚くべき日本初のイノベーションについてお話しします。この技術は電気のない場所でも身近なあらゆるものから微弱な電気を集めて活用する超小集電と呼ばれるもので、トライポッドデザイン株式会社によって開発されました。この超小集電技術は災害時の非常用電源として期待されるだけでなく、世界の未電化地域に暮らす約8億人の人々の生活を大きく変える可能性を秘めています。さらに、環境に優しいクリーンエネルギーとして持続可能な社会の実現にも貢献することが期待されています。あなたの身の回りにあるもの、例えば土や水、食べ物やコンクリート、あらゆるものは発電所になる未来を想像できますか？今回はこの革新的な技術の秘密と可能性について詳しくご紹介します。視聴者の皆さんはこの技術が実用化されたらどのように使ってみたいですか？超小集電の開発背景。まず、この革新的な技術が生まれた背景から説明していきましょう。私たちの現代生活において、電気は欠かせないエネルギー源となっています。しかし、世界に目を向けると、約8億人もの人々が夜間の学習や就労、医療の提供が制限される未電化地域で生活しているという現実があります。日本でも災害時に送電網が寸断され、電力供給が止まるケースも少なくありません。こうした課題に対して、太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーが注目されてきました。しかし、これらの技術には天候や時間帯に左右されるという課題があり、安定した電力供給が難しい場面もあります。さらに、大規模な設備投資が必要となるため、途上国や災害時の緊急対応には不向きな側面もありました。このような状況の中、トライポッドデザイン株式会社の CEO である中川聡氏は、2019年にセンシング技術の開発過程で偶然にも超小集電の原理を発見します。この発見は、従来の常識を覆す革新的なものでした。中川氏は当初、自身でもこの現象を疑い、約1年間は何かの間違いではないかと考えていたそうです。超小集電とは一体どのような技術なのでしょうか？超小集電は英語ではマイクロパワーコレクションと呼ばれ、身近なあらゆるものから微弱な電気を集めて活用する新しい発電技術です。この技術の特徴は、2本の異なる金属電極を物質に挿すだけで発電が可能なことにあります。マグネシウム合金やアルミニウムなどの金属とカーボンという異なる素材の電極を土に挿入すると、マイナス極でイオン電子が発生し、プラス極へ移動する際に電気が生まれるのです。この原理は18世紀末にアレッサンドロ・ボルタが発明したボルタ電池と同様のものですが、超小集電では特殊な電解質を使わず、自然界に存在する様々な物質から電気を取り出すことができるのです。トライポッドデザインはこれまでに3200種類以上の物質で発電実験を行い、ゴムやガラスなどの絶縁体以外のほとんどの物質から電気を集めることに成功しました。土や水はもちろん、炭、ワイン、コンクリートなど日常にあふれる様々なものが発電媒体になり得ることが実証されています。さらに、発電媒体は同じ物体同士に限定されず、別々の物体からも電気を生み出すことができています。超小集電のもう一つの大きな特徴は、一度設置すれば数年間にわたって電気を生み出し続けることができる点です。通常の乾電池が使い切りであるのに対し、超小集電は継続的に発電し続けることができます。この持続性の高さは、災害時や
電力インフラの整っていない地域での利用において大きなメリットとなります。さて、ここで皆さんに質問です。自分の身の回りでどんなものが電気を生み出せるのか考えたことはありますか？実は私たちの日常生活で使うほとんどのものは超小集電の技術によって微弱な電気を生み出せる可能性を秘めているのです。ただし、一つの物質から取り出せる電気は非常に微弱なものです。そこでトライポッドデザインはこの微弱な電気を効率的に集める集電装置を開発しました。この装置内には多数の集電セルを連結し、生み出された電気を蓄電することで実用的な電力として活用できるようにしています。茨城県常陸太田市にはグーアンという超小集電の実験施設があります。この施設では1500個もの木製の超小集電装置に詰めた土壌を介して800個の LED ライトを点灯させることに成功しています。2021年7月の開設以来、送電網から独立して LED ライトが灯り続けているという事実は、この技術の実用性を示す重要な証拠となっています。中川氏は当初、約200個の土を入れた箱を連結した大型の集電装置を開発しました。その後、技術改良を重ねた結果、2025年現在では、わずか4つの土の箱でスマートフォンを数年間充電できるまでに集電効率が向上しています。このような技術の進化は、超小集電が実用段階へと着実に進んでいることを示しています。さらに最新の開発では、手のひらサイズまで小型化された集電装置の製作にも成功しています。セルロースと呼ばれる食物繊維を活用することで、約3週間連続で LED ライトを点灯できる電力を生み出すことができるようになりました。超小集電とはどのような技術なのか、概要をご説明しました。ここからは従来の発電技術と比較しながら、超小集電の特徴と優位性についてより具体的に解説します。皆さんはこの技術がどのような場面で活躍すると思いますか？続きを見ながら一緒に考えてみましょう。ぜひコメントで教えてください。超小集電の特徴と優位性。エネルギー源としての持続性。従来の発電技術と超小集電を比較する上で大きな違いの一つがエネルギー源の持続性です。太陽光発電は太陽光が当たる日中のみ、風力発電は風が吹いている時のみ発電が可能です。一方、超小集電は天候や時間帯に左右されず、24時間365日継続的に電力を供給することが可能です。例えば、太陽光発電の場合、日本の平均日照時間は年間約1800時間とされていますが、これは1年の約 20% の時間しか発電できないことを意味します。また、曇りや雨の日には発電効率が大幅に低下するという欠点があります。風力発電についても同様で、風の強さによって発電量は変動するため、安定した電力供給が難しい側面があります。超小集電は自然物の持つイオンの性質を利用するため、天候や時間帯に関係なく安定した発電が可能です。最も安定して発電できる物質として選ばれた酪農の堆肥を活用した特殊な土を使用した場合、数年間にわたって安定した電力供給を続けることができます。この持続性は従来のバッテリーと比べても優秀で、単三電池が通常数十時間の使用で寿命を迎えるのに対し、超小集電による電源は数年間持続するという驚異的な差があります。環境への影響と持続可能性。次に、環境への影響という観点から比較してみましょう。現在、世界の電力供給の約 60% は石炭や石油、天然ガスなどの化石燃料によって賄われています。これらの発電方法は二酸化炭素の排出による地球温暖化や大気汚染といった環境問題を引き起こしています。
太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーは、運用時の二酸化炭素排出量は少ないものの、パネルや風車の製造過程では、相当量の二酸化炭素が排出されます。また、使用後の廃棄物処理の問題も指摘されています。太陽光パネルの寿命は約25年とされていますが、その廃棄物は2050年までに累計6000万トンに達すると予測されています。一方、超小集電は電力を生成する過程で二酸化炭素を一切排出しないという特徴があります。また、使用する電極は金属とカーボンという単純な素材であり、環境負荷の少ない材料で構成されています。さらに、発電媒体として土や水など自然物を利用するため、資源の枯渇を心配する必要もありません。エネルギーハーベスト技術の一種である振動発電や熱発電と比較しても、超小集電は独自の優位性を持っています。振動発電は物体が振動している時のみ発電が可能であり、熱発電は温度差が必要です。これに対し、超小集電は特別な条件を必要とせず、身近な自然物からいつでも電気を取り出せるという点で、より汎用性が高いと言えるでしょう。持続可能な社会の実現が求められる現代において、超小集電技術は究極のクリーンエネルギーとして大きな可能性を秘めています。設置のたやすさとコスト面での優位性。3つ目のポイントは、設置のたやすさとコストです。太陽光発電や風力発電の発電設備は、設置に専門的な知識と技術が必要であり、初期投資も高額になります。例えば、一般家庭に設置する太陽光パネルの場合、設置費用は平均して100万円から200万円程度かかると言われています。さらに、これらの設備は場所や地理的条件に大きく左右されます。太陽光発電には十分な日照時間が必要であり、風力発電には安定した風が必要です。これらの条件を満たさない場所では、設置しても十分な電力を得られない可能性が高いでしょう。対照的に、超小集電は非常にシンプルな仕組みで、基本的には2本の異なる電極を発電媒体に挿入するだけで発電が可能です。特別な設備や複雑な施工は不要であり、誰でも簡単に設置できるという大きなメリットがあります。また、発電媒体として土や水など身近な自然物を利用できるため、材料費も非常に安価です。トライポッドデザインが開発した超小集電装置は、木製の容器に土を入れ、そこに電極を設置するというシンプルな構造です。この構造なら、専門的な知識がなくても一般の人々は簡単に作成、設置できます。また、従来のソーラーパネルが設置場所の制約を受けやすいのに対し、超小集電は屋内外を問わず、あらゆる場所で利用可能です。太陽光が十分に届かない室内や森林の中、地下施設などでも発電できることを意味し、設置場所の自由度が極めて高いと言えます。コスト面では初期投資が少なく、メンテナンスもほとんど必要ないという利点があります。従来の太陽光発電が初期投資の回収に10年程度かかるのに対し、超小集電は材料費が安価で、設置も容易なため、初期コストを大幅に抑えることができます。超小集電技術の普及により、誰もが自分でエネルギーを生み出せる時代が来るかもしれません。実用化に向けた課題。終電効率の向上と小型化の課題。超小集電技術の実用化に向けた課題の一つが、終電効率の向上です。現状では、一つの終電セルから得られる電力は非常に微弱であり、実用的な電力を得るためには、多数のセルを連結する必要があります。トライポッドデザインは、この課題に対して、電極の素材や形状、配置などを最適化することで、終電効率の向上に取り組んでいます。初期の実験では、約200個の土を入れた箱が必要だった LED ライトの点灯も、現在では大幅に効率が向上し、より少ない数のセルで
同等の電力を得られるようになっています。しかし、家電製品や電動工具など、より大きな電力を必要とする機器への応用には、さらなる効率向上が求められます。現在の太陽光パネルの変換効率が約 20% であるのに対し、超小集電の変換効率はまだ数%程度と推定されており、この効率を高めることが大きな課題です。また、出力を維持したまま装置の小型化を進めることも重要な課題です。最新の開発では手のひらサイズの集電装置も登場していますが、出力の向上を実現する必要があります。性能の安定性と耐久性の確保。二つ目の課題は、長期間にわたる性能の安定性と耐久性の確保です。超小集電は金属電極のイオン化、つまり錆びる現象を利用しているため、時間の経過とともに電極が劣化します。この劣化をコントロールし、長期間安定した発電を維持することが重要な課題となっています。中川氏は、電極の金属が錆びてボロボロになるまで数ヶ月は終電が続くと述べていますが、実用的な電源として考えた場合、より長い耐久性が求められます。現在の乾電池の保存期間は約5年、リチウムイオン電池の寿命が約2年から3年であることを考えると、超小集電装置もそれに匹敵する耐久性が期待されます。また、環境条件による性能の変動も課題です。温度や湿度などの環境要因によって発電効率が変化する可能性があり、これらの影響を最小限に抑える設計が必要です。特に発電媒体として土や水などの自然物を使用する場合、その状態が変化することで発電効率も変化します。例えば、土の乾燥や水分の蒸発などによる影響をどのように抑制するかは重要な研究テーマとなっています。長期的な性能を確保するためには、電極の交換や発電媒体の補充などのメンテナンス方法も確立する必要があります。メンテナンスフリーが理想ですが、現実的には定期的なケアが必要かもしれません。標準化と量産体制の構築。3つ目の課題は、技術の標準化と量産体制の構築です。現在の超小集電技術は、まだ研究開発段階の側面が強く、製品として広く普及させるためには、標準化された製造方法や品質基準の確立が必要です。特に、電極の材質や形状、発電媒体の調合方法など、集電効率に影響を与える要素を標準化することで、安定した品質の製品を提供できます。また、量産技術の確立によって製造コストを下げることも重要な課題です。大規模な市場展開のためには、自動化された生産ラインの構築が必要になりますが、これには相当な設備投資が必要であり、大手企業との協業や外部資金の調達が鍵となります。さらに、超小集電技術の規格化も重要な課題です。出力電圧や電流値、安全基準などを統一することで、様々な機器との互換性を確保できます。これにより、超小集電を電源とした機器のエコシステムが形成され、より広範な普及が期待できます。一部の製品はすでに市場に登場し始めていますが、広範な普及にはまだ数年の時間が必要かもしれません。日本の関連企業。旭化成株式会社、証券コード3407。旭化成株式会社は、化学、建材、医療など多分野で事業を展開する総合化学メーカーです。同社はトライポッドデザインと共同で超小集電技術を活用した環境共生型 LED イルミネーション TIDA を開発しています。2021年12月には大阪堂島浜のゼンティス大阪で水を媒体とした庭園ライトアップを実現しました。水面に浮かべた電極から微弱な電気を収集し、低消費電力 LED を3週間連続で点灯させることに成功しています。
2025年現在、ホテル業界向けに本格的な製品化を進めており、災害時の非常照明や屋外装飾照明への応用を目指しています。同社の開発責任者は、ティーダは、環境との共生というビジョンと完全に一致する技術と述べ、2030年までに国内外の100施設へ導入を計画しています。株式会社アークエッジスペース未上場。アークエッジスペースは2018年設立の宇宙スタートアップ企業で、東京大学の超小型衛星技術を基盤に事業を展開しています。同社はトライポッドデザインと共同で超小集電技術を応用した地上通信端末チーゾ1を開発しました。2025年1月には超小型人工衛星オプティマル1とのデータ通信実証に成功し、土壌からの発電で CO2 濃度監視機能を動作させました。電力インフラが整備されておらず、機械の設置が難しかった場所でも、地表の情報を衛星経由で取得することが可能であり、ワールドワイドでデータ収集が可能となります。いかがでしたか？今回はトライポッドデザインが開発した超小集電技術について詳しく見てきました。この技術は私たちの身の回りにあるあらゆる自然物から微弱な電気を集める革新的なエネルギー技術であり、未来の電力供給の形を大きく変える可能性を秘めています。超小集電技術の特徴を改めて整理すると、第一に天候や時間帯に左右されない持続的な電力供給が可能であること、第二に二酸化炭素を排出しない環境に優しいエネルギー源であること、そして第3に設置が容易で低コストであることが挙げられます。これらの特徴により、従来の発電技術や電池では対応できなかった様々な場面での活用が期待されています。未電化地域におけるエネルギー供給、災害時の緊急電源、IoT センサーの電源、環境モニタリング、医療機器への応用、さらには宇宙開発における電源確保など、多岐にわたる可能性があります。特に日本のような災害の多い国においては、非常時の電力確保として重要な役割を果たす技術となるでしょう。もちろん、終電効率の向上や装置の小型化、長期的な性能安定性の確保、標準化と量産体制の構築など、実用化に向けてはまだ解決すべき課題も残されています。しかし、トライポッドデザインをはじめとする企業や研究機関の努力により、これらの課題は着実に解決されつつあります。エネルギー問題や環境問題が深刻化する中、この日本発の技術が世界に広がり、持続可能な社会の実現に貢献することを期待したいと思います。皆さんもぜひ、身の回りのものから電気を生み出す可能性について考えてみてください。もしかしたら、あなたの家の庭の土やキッチンの食材、あるいは職場や学校の様々な物質が未来のエネルギー源になるかもしれません。電気がないという制約から解放された世界では、どのような新しい可能性が生まれるでしょうか。エネルギーの自給自足が可能になったとき、私たちの暮らしや社会はどう変わるでしょうか。トライポッドデザインの超小集電技術は、そんな新しい未来への扉を開く鍵となるかもしれません。